皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。アシスタントの斉藤です。アイスです。よろしくお願いします。ということで、今日は久々斉藤さんがいます。懐かしいこの感じ。ちょっと日本に帰ってきました。タイミングで斉藤ってるか分かんなかった。合ってるかなと思って。ということで、今日は久々3人で企画撮っていきたいと思うんですけども、プロ VS プロ、よりプロをうまく使えるのはどっち使えるんだ。そう。前もちょっと似たような曲やってんだけど、はい要は今からね、同じ時間内で30分で、S 君と斉藤さんは私に自由に指示をして、自分の理想の絵を私に描かせることができます。はいはいはいすごいね。で、それをうまく指示して私に自分の思う理想の絵を描かせて、視聴者さんにどっちのイラストの方が良かったかを投票してもらうの。なるほど、ね。ちなみに前回の戦いはね、前回俺負けた多分斉藤のが勝ってた。覚えてる？前回 S 君は髪を描き上げるイケメンみたいのを描いて、斉藤は私になんかね、なんだろう、姫と王子みたいな。なんかアナログで描かしてる。そう。確か。あれか。そう。まあ、今回は同じ機材でやろうかなと思うので、あえても今回は2人とも私がいつも使ってる、一番使い慣れてるクリップスタジオで私絵描きますので。はい。承知しました。それで描きます。まあ、多分一番私これが時間のパフォーマンスがいいと思うので。はい。あとは、まあ、時間内に描けるイラストで私にこう指示するのを、まあ、2人とも考えてい何書いてもらおう。じゃあ早速やっていきましょう。はい。では、今から S 君のターン30分スタートしたいと思います。はい。スタート。はい。はい。じゃあ S 君、私に描いてほしいイラストお願いします。今回俺は、打倒斎藤に勝つために、今風の韓国アイドルみたいなのを描いてほしいと思ってお、女子男子女子。あ、女子ね。今回は女子勝負。ちょっとかっこかわいい女子みたいな、今流行りじゃん。それで、ニュージーンズっていうアイドルグループいるでしょ。大人気じゃん。大人気の。で、ミンジちゃんっていうのいるんだけど。いや、でさ、もちろんニュージーンズは知ってるけど、メンバーまでちょっとわかんない。ミンジちゃんが俺はニュージーンズだから一番可愛いと思う。なるほど、なるほど。これ俺の意見。わかる。俺の意見として思い込ます。それっぽい子を描いてほしいなと思って。写真とか見せてくれる？あります。俺今回資料をちゃんと持ってきてますよ。もう斉藤に前回負けた分勝つ気満々やん。じゃあミンジちゃん。ミンジちゃんはこれ。あ、可愛い。めっちゃ可愛いじゃん。みんなに見せないから。みんな検索して。てか検検索しても知ってんじゃないもうみんな。さすがにミンジちゃんをそのまま描くわけにはいかないから。ミンジちゃん風の子ってこと？で、俺今回もうこの感じのなんか。そういうポージングね。ポージも描きてほしいよ。ポージングそれってことね。じゃあちょっと早速もう早めに当たりから撮っていきます。それで、今回は、もうなんか全部色塗ると大変だと思うから、なんか辛坊先生よくいつも単色塗りみたいなの得意じゃん。そうだね。なんか色だから水色とか紫だけとか、なんかそれで感じで、もうなんか一色とかだけでいいっていうイメージで。髪型は、なんか姫カットウルフみたいなのがいい。姫カットウルフ。オッケーオッケーオッケー。前髪ありね。前髪ありで。好きめのじゃあ空いてる感じ。好きめのありで。パツンだと重いからすごく。ちょっと好きめのありでお願いします。はい。で、服はジージャン。でかい G じゃん。ちょっとデカめ。で、ズボンもデカめ。また。インナーはノースリーブみたいな。白いノースリーブ。なんかシンプルなやつ。わかった、シンプル。ザ・シンプルみたいな。はいはい、わかった。やつでお願いします。はい。顔はつり目ほどはいかないけど、まあちょっとなんか細い感じの目がいいかな。細い感じの目ね。ちょっと唇分厚めで。唇分厚め？なんか煽ってる感じにして。煽ってる感じで。ちょっと煽ってる感じで。なんだろうな。今現状はさ、あれだね。なんか私的には韓国アイドルっていうよりもさ、なんかバンドガールみたいなイメージにはなってきてるけど、なんか下北沢とかに、昔のね、下北沢とかにいそうなね、バンドガールにも見えなくはないけど、これはこれで可愛いと思うよ。ちょっとタバコ吸ってそうな感じ。そう、タバコとか吸ってちょっと闇な抱えてる感じ。どうするよ？もうこれで完成？いやもうこれでいいと思うけどな、俺。なんかあんまりこうごちゃごちゃさせるとさ、よりへんてこになるやん。まあ確かに。あえて、このなんかもう、超シンプルで攻めるスタイル。じゃあこれで完成でいいですか？俺はもうこれで今回は勝負だよ。OK です。じゃあ斉藤さんと。良いやつかけたよ。斉藤さんと交代したいと思います。はい。じゃあ、斉藤に交代して、斉藤の案でイラスト描いていきたいと思います。先生、お願いします。30分スタートするよ。はい、スタート。OK、いいよ。もうね、先生にはね、今ね、ちょっと夏じゃない？夏だね。だから私は爽やかなイラストを描いてまして。なるほど、なるほど。頭の中に、新海誠監督を下ろしてほしい。ちょっといきなり難題なんだけど。で、もう、ほら、見てこの君の。わかるよ、わかるよ。この爽やかさをね。私できるから、今回、私は、人魚の世界を描いてほしい。なるほどね。で、こう、
もう背景のイメージもあるんです。あるの？待って、見せて、なんかある？はい、あります。うんもういろいろあるけど、こういうね、こう、海の感じ。とにかくわかるよ。これもっとうん簡略化して、うんもうこれ超難しいけど、わかったわかったわかっ海がキラキラしてるところに、た。ああ、はい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 。やっぱ新本先生の得意技といえば、やっぱり恋愛もの。なるほど。と思って、うん男女がね、え、真ん中にね男女欲しい。マジで男女が欲しいのね。男女が欲い。しい。人魚なの？それとも人間なの？それはなんか制服の子とかでいいの？なんか、ねうん。まず、うん男の子が落ちてきてほしいの、真ん中に。ああ、なるほどなるほで制ど。服の男の子が落ちてきて、ああ、はい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 。人魚が気づいて覗き込んでいるところ。あ、なるほど。で、ラブが始まるのよ、これから二人は。男の子は意識あるの？ないの？意識ないの。意識ない。じゃあ目つぶってる系でいいのね。そう、目をつぶってポンって降りてきている、うんこういう角度みたいな感じで降りてきているところを、なるほどなるほど。女の子が、うん人魚のなんかがちょっとこう覗いてる感あ、でも言いたいことは分かった。うん。じ。まあ、イメージはもうね、あるんですよ。30 1分でさ、対策を書かせよそうそうそう。でもね、これ、新本の良さを使って、こうなんかさ、うから。余白の美、はい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 。新本結構こうさ、うんキャラが小さく背景がパッとしたり得意じゃない、見てると。はい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 。だから、キャラはそんな凝らなくていいんだよね。なるほど。なんか世界観に凝ってもらえたらいい。なるほどなるど。ほど。じゃあキャラは結構ちっちゃくていいんだね。キャラそんな大きくなくていい。難しいよ、めちゃくちゃ。で、新本普段絶対こういうの書かないじゃん。だから。だから、新本が絶対書かないけど書いてほしいシリーズであり、やっぱちょっとファンタジーじゃない。前もそうだったけど。はいはいはい。ちょっと私はこういうの書かないから、普段背景とかでね。どこまで斎藤が言ってるのを再現できるかはわかんないけど、まあとりあえずやろう。なんかふといろんなのが思い浮かんだら書いてほしいもんな。うんよかったよ。それ本当はね、ファラオの擬人化とかでもよかったんだけど、それ私しか見たくないよなって。ファラオ擬人から、めちゃくちゃかっこいい男女のイケメンと美女で書くみたいな。あ、しかも奥さんもいるやつね奥。さんもいるパターン。クレオパトラみたいな。そう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 。だけど、絶対負けると思ってる。うんそれは。いいですね、先生。うまい。うまいです、さすが。それ連載しない？え、確かに。今、編集者の方きっと待ってると思うよ。伊藤さんのこの企画売れるぞ。いやもうまずそもそもがこの後の舞台どこよ？海の中なの？それともさ、やっぱ陸に行くの？やっぱ陸に転校してくるしかない。陸にね。転校してきてラブコメがね。で行くとちょっとわかるわ。陸転校まで行ったらね、うん、このまま海の世界だったらどうしようっていうね。完璧です。これでいいか。OK。じゃあこれで OK です。ありがとうございます。完成しました。じゃあ S 君も呼んで、最後どっちのどういうイラストを描いたかお互いに見て皆さんに投票してもらいましょう。じゃあ、まずは先にやった S 君の方のイラストをはい見せたいと思います。見たい。俺のカッコ女子。はい、S 君のイラストは、ダダン、こちらになっております。まあ、イメージはかっこいい女子で、うん私もあんまり詳しくは知らないんだけど、ニュージーンズっていうグループにいるアイドルの女の子的いな。だけどちょっとそれは誤解があったかもしれん。なるほどちょっとニュージーンズっぽくはなくなってしまった。なるほど。でもさ、もう絵として超かっこいいね。もうなんかそうジャケットみたいになってんね。うん、ちょっとかっこいい感じを描いてほしかった。確かに最近ジャケットっぽいね。うん CD のジャケ写っぽいなんかこう、うんイラストとさ、CD あるじゃん、表現。あるあるある。それとして受け出せるよね。あ、じゃあぜひ何何使ってください。デザインを S 君考えてて、こう何も背景決めてなかったから。で、どうするかってなった時に、私が言ったこうバーコードみたいの入れて、今日の日付と自分の名前入れたらっていう感じで。なるほど。だから、ジャケットっていうか、あ、ジャケットそうかもに見えるんだしれない。なんかこう、ワンポイントロゴみたいのがあった方がいいんじゃないっていうことで。全然違う。しかもさ、ほら、目に光入らない系のキャラだ。そうそう、入れたいです。そういう感じ。俺 S 君はハイライト入れるか悩んだ結果、今回入れない方がいいっていう。なるほど。俺結構入れないの好きだしね。じゃあまずこれが S 君のプロを使ったイラストです。はいじゃあ次斉藤さんの方のイラストを見せたいと思います。全然俺、話はちょっと聞いてたけど。いきます。斉藤さんの方のイラストはこちらです。先生すごい今回全然違うやん。今回のイメージは人魚姫と男の子が出会うボーイミーツガール系。何これ映画じゃん。だから新海誠監督ばりに、まあ、斉藤さんは、映画やん。いや、君の名とかね、新海誠監督風のイラストを描きたいと私要求してきて、私はさすがにそれは無理だと。まあ、だけど、まあ、いろんな資料見せてもらいながら、まあ、なんとか斉藤がイメージしたいであろうことを汲み取って、30分でなんとか表現した。 30分で、ほんと30すご分。すぎれ。 30分で先生のポテンシャルを最大限に使ってもらって、マジで。エモくないでもエモい。エモいで、始まるでしょ。もう全然違くない？二人の描いた絵全然違う。これほんとコロ
味だよね。8月31日労働省すんのこれ。そうだよ。マジ大丈夫だよ、そのイメージみたいな。みんな見たいんだよ。という感じで皆さんどっちのイラストがより好きだったかぜひコメント欄で教えてください。ジャケット対映画じゃん。そうだねジャケット対映画。でも好み分かれるね。その人の好みが分こかれる。れ分かれるね。かなり、でも勝ちたい。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎とアシスタントのサイダーと。お疲れ様でしたバイバイ。なんでもできんの本当に。すごいよ。すごくねマジで。あれもできた。やばいよね。